そりゃやる気なくしますよね。でも会社としたら辞めたら元も子もないから、やっぱうまくバランスを取る必要があるんですよね。雨対策をちゃんとすればいい。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つお話をしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もお願いいたします。お願いします。今僕ちょっと管理職っていう立場なんですけど、僕の会社で最近特に優秀な社員が次々辞めていくケースが増えていってて、それってもちろん管理職側にも原因があるなって思ってるんですけど、なんかその原因みたいなのを一つ一つちょっと潰していきたいんですね。今回ちょっと僕が考えた管理職のこれがいけないんだよみたいな原因とか特徴みたいなのをちょっと一個一個述べていくんで、それに対してのモン社長の見解をぜひお伺いさせていただければと思います。わかりました。まず一つ目が部下の成果を認めない。これについてどう思いますか？例えばどういうことだろう？部下がこう何かしらで成果を出しましたと。それをこう、僕だったら良くも悪くもなんかそこまで褒めないっていうか、どっちかというと認めないまではいかないですけど、なんかこう心よく頑張ったなみたいなことを言えないんですよね。だからそれって多分会社の雰囲気もそうだし、ほとんどがそういうスタンスなんで、そうおっしゃってる部分もあるんですけど。なるほど。両方ありますよね。良くないという場合もあるし、それはでも握りが悪いというか仕組みが悪い気もするんですけど、一つはだからその仕組みというか、どこまでの成果を出したらやっぱいいのかっていうライン引きが上司と部下で多分もしかしたら相違があるみたいなもそうだし、二つ目はやっぱりその管理職自体も、もしその成果というのがその握ったラインをちゃんと達成してるんだったら、それは褒めてあげるというか頑張りを認めてあげるみたいな文脈で、ちゃんとこう言ってあげた方がいいと思うし、なんか別にそこでモチベーション下げちゃうぐらいだったら、部下に対しての本来はですよ、教育はモチベーションで仕事するなよと。だから別に成果を出そうが出さないが人に認められたくてやってるわけじゃないから、自分のためにやってるんだから成果を出すのは自分のためですよっていう教育も必要だと思うんですけど。なるほど。そうですね。モチベーション上げて、その後ももっと成果を出し続けるとか、もっとすごい成果を出すっていうことを目的に置いてるわけだから、それでミスマッチが起こっちゃうともったいないですよね。もしかしたら上司は要はもっといけるだろうっていうことを意思表示としてどんだけ成果出してもなんかしれっとしてるかもしれないし、でもそれで結局モチベーション下がっちゃって、成果下がっちゃうんだったらどっちもにもいいことないから、それはやっぱ相手見ながらとかやった方がいいですよね。ありがとうございます。二つ目が常に完璧を求めミスを許さない。これは僕自身ではなくて別の管理職の人間のスタンスがこういうスタンスなんですけど、これについてはどう思いますか？これもよしあしあるなでもそういう上司の下にいた方が多分成長はしますよ。そうですか。でも会社としたら辞めたら元も子もないから、やっぱうまくバランスを取る必要がありますよね。だから許さないっていう表現がなんかレベル感わかんないですけどまあ単純にその完璧主義だと思うんですけど、言うならば飴とムチですけど、ムチばっかりバンバンこう叩く人がいるじゃないですか。多分皆さんもそうだと思うんですけど、管理職として理想は飴もムチも管理職が全部できて、第一でちゃんとこううまく回っていくのが理想だと思うんですけど、ムチだけでしか入れられない人がいた時に、やっぱこう飴の要素も違う形で補填をしないといけない。なるほど。ムチだけでもダメだし、飴だけでもダメだし、そのバランスが必要だと思うので、それはだから一人の人間で担保するのか、もう一人人間使って二人で担保するのか、なんなら人じゃない形で担保するのかとかは必要ですよね。だから完璧主義が悪いわけではなくて、結論そういう人の方が多分成長できます、部下本来は。成長できるんだけど、それは続けてる前提だから、続けなくなっちゃったら元も子もないので、それを担保するような仕組みを人なのか物事なのかを入れるべきかなと僕は思いますね。ありがとうございます。3つ目が自分の意見を押し通し意見を聞かないこれもちょっとあるあるなのかなと思います。これはね
そう思われたら負けなんで、はい。なんか僕が昔から言ってたのは学んだことなんですけど、はい。最初に言いますよね。例えば僕はこのチームの長だから、はい。最後の意思決定は私がします。だけど皆さんから意見を聞かせてください。意見は聞くけれども、それが全て採用されるとは限らない。はい。でも意見はいただきたい。なぜならば、みたいな感じで、最初に言っちゃいますよね。ああ、それは。よくあるある間違いパターンで言うと、はい。ちょっと意見を教えてよって、意見聞きたいんだけど、つって、さも意見が通るかのように聞いて、あなたの意見を採用してあげますよみたいな感じの雰囲気を出したりとか、そういう文言を使ってとか、聞いた挙句に、全くそこにかすりもせず、こう決めたからって言うと、多分こんなこと言われるんですよ。結局、確かにその採用した施策なり何なりが一番成果を出すかもしれないんですけど、ただ仮にじゃあそれで部下が萎えて辞めちゃったら、成果出さなくなったっていうことを天秤にかけたときに、どっちがいいかっていうだけの計算なんですよね。時間軸も考えて。なるほど。だから、と言われないような、なんかこう、軽く言ったらルールみたいなもんだろうな。文化もそうかもしれないけど、最後のジャッジは社長。はい。だけど意見は出す。で、それが通るわけでもない。みたいな、なんか文化形成というか、これは本当は文言化できたらいいと思うんですけど、なるほど。それがスタンダードになってくるんで、はい。意見は聞かないんだよねとかっていうのは言わないと思うんですよね。こういうことを言われることって多分、本当に意見を聞かない。決めたからこれよろしくっていうパターンか、意見は聞いたんだけど、全くもってかすりもしないみたいな。ってなると、意見聞かないんだよな、みたいな。おおよそ大体この2つだと思うんで、最初から大体何かそのチームとか部署で意思決定をするときは、こういうプロセスを経ますよみたいな定義があればいいと思うんですよ。なるほど、なるほど。ありがとうございます。4つ目がですね、フィードバックが厳しく、必要以上に指摘をする。完璧主義と同じで、よしあしあると思います。やっぱりフィードバックが厳しい方が成長する確率は高いですし、いろんなところに気づけるので。悪いことじゃないんですけどね。俺も、さっきと同じか。あんまり無知ばっか入れすぎると、走り続けると厳しいので、雨対策をちゃんとすればいい。なるほど。5番目が、目標設定が不明確っていう、どうかなと思ったんですけど。これはあれですかね、チームのこと言ってるのは、それとも自分ですね、管理職。管理職の？はい。そうですね、管理職の目標設定が不明朗ということは、会社でのチームの目標とイコールですからね。基本はチームの目標がそのままチームの長の目標ですし、その目標を達成するために何をするかっていうことが長としてはありますけど、そういう意味では目標の設定に関してはチームの目標イコールなので、これが不明確ってことはチームの目標が不明確ってことなので、それは確かにまずいよね。会社でもやっぱよく発生しがちですよね。会社の目標しっかりバーンと立てて、これですってボンボンボンってやってるんだけど、自分のチームの目標何なのっていうと、言えない管理職。ってなるんですよ。言えないってことは、要は覚えてないってことは、覚えてないってことは触れてないってことは、絶対達成できないねってやっぱ思うわけです。そうですね、どこに向かってるか、自分でも分かってないですね。それはやばいですね。だからそれは部下からしてもってなる。6番目がですね、部下の成長に興味がない。これ結構いるんじゃないかなって思っちゃったりもするんですけど。なんで思われるのかって話ですけど、多分原因は不用意な言動。不用意な言動。ポロッとしちゃう不用意な言動とかたまにいるんですよね。この人俺の成長に興味ねえんだってやっぱ思われちゃったら負けだし、あともう一つはでも普通にシンプルにちゃんとそのコミュニケーション、消化フィードバックだったりとか、しっかりとそういうのをしていればそんなことはないと思うんで、成長に興味がないって言われちゃってるってことはそういう態度言動をしちゃってるってことだから、そりゃやる気なくしますよね。確かに間違いないですね。もしかしたら
利己的だったりとかしちゃう恐れがあるかなと思うので、まあ俺らこの扱いだぜみたいなことを言われる可能性は高くなりますかね。なるほど。はい、7番目が人事評価が偏ってる。例えばこれなんかよく言われそうな話としては、はい、主観が入ってるっぽく見られるときは好き嫌いとか、好きな人には緩いけど、嫌いな人には厳しいみたいな、よくありがちな話なんじゃないですか。いや、やりがちですね、それはダメですよ。それってでも元を正すと評価が悪いですね、仕組みが、評価自体が。だから評価って本来は絶対評価がやっぱいいと思いますよ。正しく評価という言葉を使うんだったら、ほとんどが絶対評価であって、ある意味定性評価にするんだったら、あんまりこうそういった感情が出ないように設計をなるべくと思いますし、でもあとは説明とか納得度足りてないから、ちゃんと説明するしかないんですよね。なるほど、ありがとうございます。8番目が高圧的な態度っていうこれはね、たまに発生する人いますよね。そうですか。なんか高圧的はダメだと思いますよ。要は一歩間違ったら脅迫とか恫喝みたいなもんですよね。そうですよね。特にでもできる人はやりがちなんですよ。イエスって言わすのことが得意だったりするから。営業上手い人とかっていうのは相手にイエスっていうのを得意だったりするから、イエスって言わすためにあの手この手をやっぱ使ったりするじゃないですか。その時の一つの手段がやっぱ高圧的だと、恐怖支配になっちゃうんで。なるほど。時間軸長く見ると良くないですよね。大体勘違い上司とかね、勘違い先輩がやりそうですけど。ありがとうございます。9番目が業務を丸投げする。これはちょっと周りの近しい人にいるんですけど、なんか丸投げがいいか悪いかの議論はあるんですけど、意図してない丸投げはやっぱり嫌がりますよね。これもいつも言いますけど、なぜこの業務が必要で、なぜあなたにお願いしていつまでにどのレベルでやってもらいたいっていうのを大きくても出せるわけじゃないですか。ここ目指してやってくれとか、意味意図のない丸投げはやっぱダメですよ。説明ができて納得できてればいいけど、一つはやっぱりその意味意図のない丸投げと、あとは本人が1ミリも納得してないのに丸投げしちゃう場合、納得度ゼロみたいな、これはもうダメですね。なるほど。押し込むみたいな感じですよね。押し込む時もでもちゃんとある程度イエス取らなきゃいけないのに、そうっすよね、普通は。ありがとうございます。最後10番がですね、メンバーへの負担を軽視する。メンバーの負担を軽視、要はメンバーの負担みたいなのを軽視してとりあえずやれやみたいな感じ。そうですね、そういうスタンスのことですね。状況が分かんないけど、メンバーの負担を軽視って思われちゃったりしてもダメだからな。でもたまに言われる時もあるかもしれないですね、その価値観に違いがあるから。パワープレイでいけと、そういうスタンスの管理職の下で働いてる。基本的に軽視ですよね。メンバーの負担はもうどうでも知らないよ、な気にしらないよみたいな、って言われたらさすがにえってなるっすね。まあ当然ダメだよ確かに。まあなんか相対的に、例えばまあ一般的にじゃあそういう10個ぐらいが出てくるとしたら、やっぱりこう包括すると事前の準備とコミュニケーションが足りないのがほとんど。これをちゃんとこう事前の準備っていうのはやっぱりそのちゃんと意味とか意図とか、目標値とか、KPI とかそういうのの設定と、先ほど言ったようにそのルールとしてはこうですよみたいな話とか、あとはコミュニケーション。コミュニケーションって言うけど、どっちかというとちゃんとした進捗管理とか、まあフィードバックとかっていうのを全部できてれば、この1番から10番はもう全部解決できるかなと思うので。なるほど。これを総称してね、マネジメントできてないって言うんでしょうね。結論、確かに。ありがとうございます。
皆さんからいただくいいねやコメントはちゃんと見ていまして励みになっております。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いします。